おはようございます。桜井です。本日も XRP と同時を中心に暗号資産の注目ニュースを紹介します。XRP は7月25日に SEC が現物 ETF の承認可否を発表する予定で、これが市場に与えるインパクトが非常に大きいと注目されています。一方、同時コインはここ24時間で大幅な下落を見せましたが、その裏で技術的なアップグレード提案や ETF 関連の話題も進んでいて、短期と中長期の見方が大きく分かれています。この動画では XRP と同時に今何が起きているのか、そして今後どんな展開が予想されるのかを最新のデータとともに分析的にお届けしていきます。最後までご視聴してもらうことで短期的なリスクと中長期のチャンスの両方を把握できる構成にしていますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは XRP や同時コインの個別の話題に入る前に暗号資産市場全体の動きを確認していきましょう。2025年7月25日には主要な暗号資産は軒並み下落傾向にあります。市場全体では24時間で約 6.9% の急落が発生しています。ビットコインは現在およそ11万5500ドルから11万5600ドル前後で推移していて、前日比でおよそ 1.8 から 2.1% の下落となっています。イーサリアムも一時的に3600ドルを割る場面がありましたが、現時点では3630ドルから3645ドル付近で落ち着いて推移をしています。また、デリバティブ市場ではおよそ7億2000万ドルの強制生産が発生し、ボラティリティが高まっている状況です。この背景には大口の利益確定やロングポジションの巻き戻しが進んでいることが指摘されています。さらにアメリカの株式市場、特にダウ平均が年初来の高値付近で伸び悩んでいることや、マクロ経済の不透明感もリスク資産である仮想通貨市場に波及していると見られています。こうした背景を踏まえた上で、次のセクションでは注目の XRP に焦点を当てて詳しく見ていきます。はい。ということで続いては XRP の最新動向について見ていきましょう。XRP はここ24時間でおよそ 0.3% 上昇し、現在の価格は3ドル6セントから3ドル10セント前後で推移をしています。価格の動きとしては比較的落ち着いていますが、注目すべきポイントはその裏にある市場の構え方です。テクニカル的には短期的な下落バイアスが続いていて、RSI や MACD などの指標は弱気寄りとなっています。ただし、3ドルちょうどの水準では強い買い支えも確認されていて、これが心理的なサポートラインとして意識されています。そして今日の XRP における最大の焦点は、レックスオスプレイスポット XRP ETF の承認可否が発表される予定であるという点です。もしこれが承認されれば、XRP としては初の現物 ETF となり、機関投資家の資金流入や市場の流動性の向上が期待されると報じられています。ETF 承認に対する期待感は大きい一方で、実際の市場では一部の投資家が慎重な姿勢を見せています。スポット及び先物市場における XRP のネットフローはマイナス1199万ドルとなっていて、これは ETF 発表を前にした利益確定やポジション調整の動きと見られています。このように短期的には調整ムードがある一方で ETF 承認というビッグイベントによって大きく流れが変わる可能性もあります。まさに今日という日は XRP にとって一つの転換点になるかもしれません。では次に注目の同時コインの動きについて見ていきましょう。同時コインはこの24時間で大幅に値を下げました。現在の価格はおよそ23セントで、前日比ではおよそ 8% から 11% の下落となっています。この下落の背景には、暗号資産のデリバティブ市場で発生した大規模なロングポジションの生産が影響していると見られています。特に同時コインだけで約5300万ドル相当のロングポジションが生産されました。これにより一時的に売り圧力が強まった形です。また、ネットワーク上のアクティブアドレス数が大きく減少している点も心理市場を冷やす要因となっています。
これらのデータからは短期的には弱気ムードが続いていることがわかります。しかし一方で中長期的には明るい材料も見え始めています。マイドッグウォレットのチームが同時コインのコアソフトウェアをゼロ知識証明、いわゆる ZKP に対応させるというメジャーアップグレード提案を発表しました。この提案では ZK ロールアップとの互換性を実現することで同時コインのトランザクション処理を高速化し、手数料を大幅に抑え、さらにはプライバシー保護やレイヤー2対応 DApps への展開まで視野に入れています。もし実現すれば、実用性が大きく拡張され、コミュニティ主導の強気ムードにつながる可能性もあります。さらに ETF 関連の話題も続いています。グレースケールや21シェアーズ、ビットワイズといったアメリカの大手資産運用会社が同時コインの現物型 ETF を SEC に申請中です。最短で8月、遅くても10月中には承認可否が下される可能性があり、承認されれば同時コイン市場にとって大きな転換点となるでしょう。このように短期的には急落中の同時コインですが、裏側では技術進化と機関投資家の関与というポジティブな要素も着実に進んでいます。はい。ということで、ここまで XRP と同時コインを中心に最新の動きを見てきましたが、最後に今後の注目ポイントを整理しておきましょう。まず、XRP に関しては、なんといっても本日7月25日に予定されている SEC の ETF 承認可否の発表が最大の焦点です。明日の YouTube でお届けできるんじゃないかなと思いますけれども、もし承認されれば XRP にとって初の現物型 ETF となり、価格や流動性に大きなインパクトを与える可能性があります。逆に否決された場合には短期的な売り圧力が強まる可能性もあるため、今日の発表はまさに運命の分かれ道と言えるでしょう。一方、同時コインは現状こそ急落中ですが、ZKP 導入提案やZK ロールアップ互換へのアップグレード案、そして ETF 承認の見通しなど、中長期ではポジティブな要素がいくつも動き出しています。市場全体としては、引き続きボラティリティの高まりと投資家心理の揺れ動きに注意が必要です。特に利益確定売りやデリバティブ市場でのポジション生産が続いていて、急な変動が起こりやすい状況が続いています。ただし、長期的には ETF 関連の動きや技術アップグレード、さらには新しいユースケースの登場によって、再び強気相場へと転じる可能性も残されています。それぞれの銘柄ごとに短期的な揺れと中長期の可能性が混在している今だからこそ、冷静に情報を整理しながら判断をしていくというのが重要じゃないかなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。もう何本か説明動画をアップしていますので、ぜひそちらをご覧になられてください。これからの時代は AI です。AI で投資をするという時代になってきます。暗号資産もそうです。きっとこれが今後のスタンダードになっていくと思いますので、興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。